皆さんはご存知ですか？我々人類が飛行機を開発するよりもはるか昔に、ドイツ・ニュルンベルグ上空で UFO が目撃されていたこと。今回は飛行機が開発される以前に目撃された UFO の記録を紹介していきます。現在では飛行機やドローン、人工衛星など空を移動する物体が多数存在しており、それゆえに UFO との区別が難しくなっています。しかし、飛行機などが存在しなかった時代に空を飛行する物体があれば、それは間違いなく UFO だと断言できます。ではまずはじめに、人類が初めて空を飛んだのはいつでしょう？皆さんは飛行機の原型を開発した発明家の名前をご存知でしょうか？多くの人が聞いたことがあるでしょう。そう、ライト兄弟が1903年に世界で初めて有人動力飛行に成功しました。一説によると、グスターブ・ホワイトヘッドによる1901年が世界で初めて有人動力飛行に成功した年だという説もありますが、いずれにせよ1900年よりも前の時代に空を自由に飛ぶ物体が目撃されていれば、それは UFO だと言えることになります。それでは1900年以前に空を自由に飛ぶ物体は目撃されたのか？答えはイエス。目撃場所はドイツ・ニュルンベルグ上空。時は1561年。なんと人類が空を飛ぶはるか300年以上も前に UFO が、それも一機ではなく多数の UFO がこの地の上空で目撃されたのです。当時数百人の市民がニュルンベルグ上空で激しく戦う多数の UFO を1時間にもわたり目撃したという記録が残っています。この事件は当時の印刷業者であるハンズ・ボルフ・グレイサーによってニュルンベルグの空のスペクタルというタイトルで記録されました。では何が起こっていたのか。当時の印刷物にはこう書かれています。時間帯は早朝、太陽は球体、三日月型、円筒状の UFO が重なることで顔のように見える。まず太陽の後ろに赤い半円形の2本の線が三日月のように弧を描いて現れました。その線は上下ともに太陽の光で輝き、両側は赤く見えました。太陽の周囲には数多くの丸い球体が存在し、それぞれ青みがかったもの、鉄色のもの、黒いものなどがありました。赤い球体は太陽の両側に円形に並んでおり、一列に並んでいる3個の球体、正方形の形で並んでいる4個の球体、そして単独で浮かんでいる多数の球体。正方形に配置されている物体の間には赤い十字が見えました。さらに3本の大きな中空パイプ型の物体が存在しており、1本は左側に、1本は右側に、そして残りの1本は全体の上に陣取っていました。これらのパイプの中には4つ以上の球体が見えました。そしてこれら全てが互いに争い始めたのです。球体はまず太陽の中へ飛び込み、それから再び飛び出して互いに衝突し、やがて大きなパイプも弾を発射し、互いに撃ち合い始めました。1時間以上もの間、全てが激しく戦い、太陽の前を上下に飛び回っていました。報告されているように、全ての物体は全てを焼き尽くすかのようにゆっくりと空から地上に落下し、ついに大量の蒸気を伴って地面に落ち消滅しました。この光景の後、空には大きく太い黒い槍が現れ、槍の柄が東側を向き、槍の先端が西側を向きました。以上が当時の印刷物に記録されていた内容です。あまりにも衝撃的な内容ではないでしょうか。このような現代においても目を見張るような出来事が、なんと1561年にドイツ・ニュルンベルグ上空で起こっていたのです。では次の例を見てみましょう。時は1566年。先ほどのドイツ・ニュルンベルグ目撃情報から5年後。場所はスイス・バーゼル上空。当時の印刷物には7月27日、28日、そして8月7日の3日間にわたり、住民が空飛ぶ謎の飛行物体を目撃したと記録されています。この中でも8月7日に起こった現象は特に興味深く、具体的には日の出の少し前に大きな黒い球体が多数空に出現し、それらが太陽の前で高速で互いにぶつかり合い、あたかも争っているかのように見えた。一部は燃えるように赤くなり、そして崩れ、そこから姿を消したと記録が残っています。この内容は先ほどご紹介したドイツ・
ニュルンベルグ上空での現象と重なるところがあるのではないでしょうか。この2つの現象は関連しているのかもしれません。例えば宇宙人にも争う2つの勢力が存在し、ドイツニュルンベルグ上空で最初に相まみえ、その時に敗走した勢力が5年後のスイスバーゼル上空で完全に撃退されたなどでしょうか。もしかすると最近話題になっているエイリアンインタビューの中でエアルが語っていた旧帝国文明とドメイン文明が戦っている現場を記録したものかもしれません。さらに他の事例を見てみますと、1665年のシュトラールズント上空の天体現象が挙げられます。時は1665年。当時スウェーデン領ポメラニアのシュトラールズント上空で異常な飛行船が目撃されました。この飛行船は濃い灰色をしており、皿のような円盤状の形に加え、帽子のようなドームで覆われていたと言われています。バルト海近くのセントニコラス教会の上空を飛行している瞬間がたびたび目撃されており、なんと夕方までホバリングしていたと言われています。伝わっている特徴から判断するに、これはまさに現代でいうアダムスキー型 UFO ではないでしょうか。いずれにせよ、我々人類がまだ空を飛ぶ術を持っていなかった時代に、当時の人々は上空を漂ったり争ったりする謎の飛行物体を目撃しています。そう、これは UFO に他なりません。これまでご紹介した内容から判断しますと、UFO は間違いなく実在していると断言できます。彼らは宇宙から地球にやってきたのか、それとも我々人類が誕生するよりも前に地球に住んでいた先住民なのか。地球の先住民だとすれば、彼らは地底や海の底に住んでいるのか、それとも地球の内部から別の宇宙や次元にワープしているのか。真実が明かされるその日まで、彼らは沈黙を守り続ける。いかがでしたでしょうか。今回の動画では UFO は実在しているということを導き出しました。皆さんは UFO や宇宙人は実在すると思いますか。皆さんの考えをコメント欄で聞かせてくださると励みになります。また皆さんが興味のある UFO 目撃事件があれば、それもコメント欄で共有していただけると嬉しいです。ついでに皆さんが一番好きな UFO の形状もコメント欄に書き込んでくださると嬉しくなります。ウプ主は昔は UFO の代名詞ともいえるアダムスキー型 UFO が好きでしたが、最近は葉巻型 UFO の方が形に無駄がなくて美しいと感じています。この動画が面白いと思われた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。今日も明日もミステリーが呼んでいる。